いつも、色々搭載しすぎたイヤホンというのはあるんだけど、たまには、ミニマルなイヤホンが恋しくなることもあるもんだ、というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ナイス HCK の新型エントリーモデル、ナイス HCK-X39 だ。なんか聞き覚えのある商品名だって？それもそのはず、X39 には、先代モデル、X49 がある。X シリーズは、ナイス HCK のエントリーモデルとしての立ち位置を目指しているようで、今回の X39 は2作目だ。すでに、先代となる、X49 が発売されているんだけど、この2機種名で共通点を持たせつつ、実はかなり性格の異なる2台となっている。X シリーズの共通点は、ハウジングが小さくて、金属製なこと。X49 も X39 のような、超小型のイヤホンだ。ただし、X39 は X49 から、外装部分、そして内装部分ともに大きく変更されていて、X39 は圧倒的に誰にでもおすすめしやすい仕様になっている。まず、ケーブルが変更になった。X49 はオーソドックスな黒い被膜のケーブルで、一見対抗性などでこっちの方が有利に見えるんだけど、このケーブル、とにかく細くて、なおかつ表面の摩擦抵抗がかなり大きい。そのため、使用時にゴシゴシとタッチノイズを発生させたり、他のものに引っかかりする、デメリットがあった。X39 では、品質、そして使用感ともに改善している。ケーブルは取り回しの非常に大きな要素なので、ここが改善されたのは、非常に大きな変更点、というわけだな。ドライバ面でも、X49 は、初心者向けエントリーモデルの皮をかぶったクロート向けモデルだった。X49 はシングル BA 構成、バランスドアマチュアについて、ご存知の方はこの時点で察しがつく。BA って、単体で鳴らせる音の範囲が狭い代わりに、その部分を明瞭にこなせることが特徴の、超小型スピーカーのこと。つまり、単体よりも、複数台使って全体をまんべんなく鳴らす利用方法が、音楽向けのイヤホンでは、多く採用されている。そこでシングル BA をあえて選択するってことは、自分から個性派です、って言ってるようなもんだ。それでも X49 は、こんなに安いのに、音質はなかなかバランスの良いドンシャリ型だったので、そこはすごいイヤホンなんだけど、それでも BA には、ノイズに弱いという弱点がある。低価格モデルって、そりゃもちろん、低価格で取り回しやすい環境に組み合わされることが多くなるんだけど、そういう環境では、ノイズにうるさい X49 は組み合わせにくい、と、かなりクロート向きな性質を持ったエントリー、という、矛盾した存在だったんだ。対して、X39 は、X49 と同様の、装着しやすい小型のハウジングを備えていて、かつ、取り回しやすいケーブルに変更されている。音質や、プレイヤーにつなげた時の振る舞いも、誰にでもおすすめできる、安心して使える小型イヤホンだ。X39 に採用されているのは、幅広く採用されている、小型の 6mm ダイナミックドライバー。このような構成のイヤホンというと、国内だと、人気のムーンドロップクワークスや、ファイナルの E シリーズが有名だな。そういった有名女と比較して、X39 が優位なのは、断線耐性に優れたケーブルと、この価格帯ではなかなか実現しない、チタン振動板とアルミハウジングを同時に備える点だ。特に、チタンコート振動板は、ライバルには少ない、大体樹脂の複合振動板だな。チタンコート振動板は、高音から低音までをより低歪みで鳴らすことのできる、国内の5000円クラスイヤホンなどで、一時期定番というくらい採用されていた振動板。なぜか、中華イヤホンではカーボン系のグラフェンや CNT などの新素材に押されがちなんだけど、定番になるくらい使われた、それくらい定評のある良い振動板だ。癖がなく、それでいて、高音、低音ともに力強く出力できるのが魅力だな。アルミの外装は、高音の響きがより高質になり、高音のソリッドさをしっかり出したい時に有効。X39 は、歪みがなく、そしてハキハキとした音色。それでいて、6mm イヤホンとしては、かなり低音も力強い。クリアかつドンシャリ感のある音色で、ほとんどの曲に相性が良く、それでいて、似たような小型ダイナミックドライバ機と比べて、高音側のハキハキした鳴り方、そして、柔らかすぎず、適度に重厚さのある低音域を備える。加えて、もちろん2020年代の低価格機にふさわしい、ボーカルの温かみと音量の確保された鳴らし方も可能だ。とはいえ、本気の優秀さはそりゃもちろん、聞けばわかるんだけど、実は、この手の中華低価格イヤホンのライバル、腐るほどある。古くは KZK が似たような外装のイヤホンを出しているし、最近でも、ブロン、KB イヤー、ムーンドロップ、ファイナル、ちょっと設計は古いけど、ゼロオーディオのカルボテノーレなんかもライバルとして上がるよな。そんな中で、X39 は埋没しちゃうんじゃないのと考える人は多いだろう。それを解決するのが、
本機のケーブル、アルミハウジング、チタン振動板の3本柱だ。ケーブルは先ほど述べた通り、X49 から改良されていて、取り回しやすく、引っ張り耐性にも優れた、より線タイプ。また、このような小型イヤホンには珍しい、スライダーも備わっている。ケーブル自体の取り回しも良いが、スライダーによって、有線イヤホン最大の弱点、タッチノイズを大幅に削減できるぞ。普段大掛かりなイヤホンを使っている人ほど、シンプルに軽くて小さい X39 の恩恵を最大限感じられるはずだ。また、同じような形状の E500 なんかと比較すると、ケーブルの取り回しと耐久性はどちらも優れるんだけど、スライダーがついていることにより、さらにタッチノイズを気にしなくて良いという点は、より強く感じられるだろう。音質面から見ても、X39 は優秀だ。個人的には、この手乗りケーブルできないイヤホンの中でもトップクラスに入ると思う。それも、低価格機能不動の、ドンシャリバランスで、なおかつ、高級機で得られるメリットに近いものを持ってるんだ。さっきも言った通り、X39 の魅力は、この価格ながら、チタンコート振動板を有するダイナミックドライバと、加えて、アルミハウジングを同時に備えることだ。低価格帯のイヤホンで最も多いのが、プラスチック系の樹脂成形。一部のこだわったモデルでは、アルミハウジングを持つものも、同価格帯のライバルの中にはいくつかある。でも、チタンコート振動板を同時に有するもの、となると、現状だと5000円クラスからの選択肢になってくるんじゃないかな。X39 は、そんな5000円クラスの同水準機と比較しても、優秀な性能を持っている。刺さらないけどシャープな高音域、たっぷりとした低音域、そして、その低音域を持ちながら、見通しが良いのは、アルミハウジングとチタン振動板のおかげだ。シンプルに、でもしっかり作られたイヤホンであることを感じさせる X39。安価ながら優秀なイヤホンというと、同じナイス HC 系の DB1 が浮かぶんだけど、あっちはリケーブル可能だったり、IEM 装着だったりで、発展性があるものの、初期状態の完成度で言えば、X39 の方が優秀だと思う。よりこの趣味にズブズブハマっていきたい人は、最初は DB1 を、快適かつ、邪魔にならない。それでいて、しっかりと性能を有する有線イヤホンが欲しい人は、X39 をおすすめしたいな。X39 の良さは、とにかく小さくて軽くて、それでいて音質を確保していて、なおかつ値段も納得以上の価値があること。特に、ここ最近、戦国時代というのも生ぬるいありさまだった。骨肉を争う低価格市場の中で、同じ価格で、より真っ当なケーブル、より高品質なアルミワウジング、そして、チタン振動板という、見点のわかりやすい突破口を備えていることは、注目すべき要素だし、実際に使っていても、その良さはしみじみ理解できる。音質面で、他社の同価格帯イヤホンから一歩進んでいる感じは、装着してすぐ、そして、ずっと使っていても飽きない音質と、優秀な装着感は、長く使って気がつくだろう。普段すごいイヤホンを使っている人にも、ストレスフリーな使用感を感じてほしいし、逆に、イヤホンのアップデートを考えていない人にこそ、この何も足す必要も引く必要もない完成度こそ必要だと思う。僕は最初から2台買っちゃったのでリピートする必要がないんだけど、1台だけだったらリピートしてたな。唯一弱点を挙げるとするならば、それはせいぜい、音量の取りづらさくらいだろうか。16オームのはずなんだけど、若干音量は一般的な同低高値のイヤホンよりボリュームを大きくする必要があった。とはいえ、本当にそれくらい、遮音性も比較的良いし、外でガシガシ使いたくなる良いイヤホンだな。というわけで、個人的には、この手の2000円クラスのイヤホンとして、今年、一つ頭の抜きん出た存在になったんじゃないだろうか。その理由も、誰にでもわかりやすい、上位クラスの仕様を、1個だけじゃなく、トータルバランスで実現してるから、というのも、わかりやすくて良い。個人的には、小さくて、断線しにくくて、音質が良くて、質感が良くて、誰にでもおすすめできるイヤホン、として、なんもわからんけどおすすめある？と言われたら、一番にあげたいイヤホンになった。ちょっと深みにはまりそうな人には、ナイス HCK DB1 や DB3、そして、定番の ZS トクスや ZSN Pro X という選択肢もあるけど、普通の、沼の存在を知らない人には、この X39 が一番だな。そうなると、X49 は誰にでもおすすめできる、商品画像のパッケージだったんだけど、X39 が美少女パッケージになったのは、若干ミスマッチだったけどな。でもまあ、パッケージは人に見せるもんじゃないから、というわけで、X39 おすすめだ。この価格帯の中で頭一つ抜けておすすめレベル。安くて取り回しと音質が両立したイヤホンの中で、チタンコート振動板とアルミニウムハウジングの音も楽しめる。なんでそこまで安いのか、まるでわかんない一本だ。おすすめだぞ。といったところで今回はここまで。